おはようございます。おめちゃんの秘密基地です。今日はヤフオクで購入した15年落ちのタントに便利なサイドバーを DIY でお安く取り付けていきます。サイドバーとは車の両サイドの横の上の方にあるとっても便利な棒のことです。この棒があればいろんなことができて可能性はマジで無限大ですよね。今回はよくある専用キットではなく安い素材を使ってなるべく節約します。サイドバーはアシストグリップを取り外して空いた穴を利用して取り付けます。運転席にはアシストグリップがないのでこの丸っこいのを取っちゃいます。一つ目は今回の目玉アイテムのターンナットです。こちらは裏側に手が入らない場所のビス止めにめちゃめちゃ最適なものです。今回のアシストグリップのところには裏から手を入れることができないのでターンナットが大活躍です。ネジを穴に通すとこんな風にくるっと回って壁とのストッパーになってくれます。めっちゃ便利なアイテムです。こちらはホームセンターで購入しましたがもちろん Amazon でも購入できます。こちらのアタッチメントはサイドバーの土台になってくれるものです。おまけ付きでした。こちらは楽天で購入しました。 Amazon で購入しても送料がかかっちゃうので楽天で購入してアタッチメントとこっちのジョイント合わせて送料550円にできました。こちらはエレクターパイプのものと同じようなものでお値段は4分の1程度で購入できちゃいます。安い。こんな感じでパイプの土台に使います。私が購入したパイプはコーナンでスペーシアというパイプがとってもお安く売っていたのでそちらを購入しちゃいました。アイテム類は概要欄にまとめてあります。使用した道具の紹介です。電動ドリルペンチ、内張り剥がしマイナスドライバーです。ボルトワッシャータッチペンも使いました。アシストグリップを取り外していきます。これちょっともう片方すでに外しちゃってるんですけども取ってなかったのでまずはこのカバーを外します。このカバー結構厄介者で外すのに一苦労しました。6箇所あるのでいろんな道具を試してみましたが一番外しやすかったのはこの小さいマイナスドライバーでした。細いのがいいですね。ネットの情報によるとダイソーにある先が曲がってるドライバーがいいみたいです。細くて先が曲がってるやつがいいかも。ちょっとね私の力量では無傷で取るのは無理でしたちょっと傷ついちゃうね。いい道具があればぜひコメント欄で教えてください。この持ち手部分は奥にある銀色のクリップをつまめば意外と簡単に外れちゃいます。この銀色のクリップは手だと意外に難しかったのでこういうペンチだと比較的楽に取れました。ただし注意して取らないとこうなっちゃいます。
アシストグリップを外すと四角い穴が出てきます。ここにこれを入れてきます。私が購入したターンナットのサイズがちょっと小さくて、アタッチメントに付属していた M6 のボルトが入らなかったので M5 のボルトを購入しました。ターンナットを買うなら M6 用のものがいいと思います。こんな感じで車体のところにつけていきます。じゃあまずちょっとこれをつけていきます。これまっすぐな状態にして、大きなワッシャーを追加することにしました。ホームセンターで大きなワッシャーを買いました。四角く開いた穴より大きいワッシャーで引っかかるようにしました。ターンナットの穴にボルトを入れて止まるまでくるくる締めます。アタッチメントを包み込むようにジョイントを取り付けていきます。付属のボルトで締め上げて固定します。仕上げに電動ドライバーでも締めておきます。かなりがっちりつきます。パイプを通す前にジョイントを車体に固定してしまうとパイプが通らないことが分かったので、ゆるーく仮止めしたジョイントをパイプに通してアタッチメントに差し込みます。これパイプ長いんで結構重いんですよね。パイプの位置を決めて、なんかこの歯型みたいな口の部分をチッ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 ドライバーで締めていきます。もうなんとかね、助手席側できました。これはエーモンの内張り剥がしっていう便利なやつで撮ったんですけども、ネジみたいなものを取ったら小さい穴が開いてます。5ミリぐらいの穴です。M4 のネジは通りました。ここまで使っていたターンナットのサイズよりワンサイズちっちゃい TN4 というものもこの穴には入りませんでした。ということで穴をドリルで広げます。 TN4 の下穴は 8mm と書いてありました。この鉄板というか車体に穴を開けるのは本当に緊張します。結構頑張らないと穴が広がりません。怖い。これほんとちゃんと両手で支えないと危ないです。なんとか拡張しました。このままだと錆びるかもしれないので、昔買ったタッチペンで錆び止めとして塗っておきました。めちゃめちゃ鉄粉ついたけどいい感じです。穴がちっちゃかったのでこちらは M4 のネジを使います。
ネジ穴が M6 用なので頭でっかちネジを買いました。夜になっちゃったんですけど、なんとか無事に一人で完成することができました。サイドバーずっと欲しかったんでね、 DIY もめっちゃ楽しかったです。今回かかった材料費はターンナット、アタッチメント、パイプ、ネジ類合計4746円でした。1本あたり2300円ぐらい。純正買うと結構高いんで、150センチの長さ考えたら結構お安いんじゃないでしょうか。伸ばせるしね。いろんな種類のジョイントがコーナーに100円前後で売られてたりするので、縦に伸ばしたり横とか下とかね、延長などのカスタムも安くできちゃうと思います。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。